Bonjour! パリプロムナードチャンネルへようこそ。今日は私にとって特別な日です。キャセロールクラブのメンバーの方にご招待いただき、パリの伝説的なレストランラセールで食事をする機会に恵まれました。この特別なディナー体験をチャンネルの視聴者の皆様とこの動画を通じて分かち合いたいと思います。最後までどうぞごゆっくりお楽しみくださいませ。私はタクシーでレストランで行きたいと思います。車はセーヌ川の左岸を走り抜けて行きます。アレクサンドル三世橋の彫像とその奥にはグランパレが見えています。レストランラセールといえばパリの数ある名門レストランの中でも特別なアドレスと言えると思います。私にとっては実は今日が初めてこのレストランを体験することになるんです。この建物がレストランラセール。ここで私は敬愛する友人夫妻イブ・ガスケールさん、さゆりさんと待ち合わせをしています。ご夫妻はフランスと日本の架け橋として長年にわたり大変大きな役割を果たしてきました。今日はご夫妻が私をこのディナーに招いてくれました。私は夏の着物でこの貴重なディナー体験を楽しみたいと思います。イブさんはキャセロールクラブのメンバーということであらかじめこのレストランに連絡をしてくださって開店時間よりも少し早くに店内に入れるように取り計らってくれました。他のお客様が到着される前に私が店内の様子を撮影するためです。レストランの歴史を少し。このレストランが誕生したのは1942年。けれどもその物語はそれより少し前、1937年のパリ万博にまで遡ります。この万博ではスペイン館でピカソのゲルニカが初めて公開されたりしました。その時に建てられた簡素なビストロ風の建物をルネ・ラセール氏が後に購入し、1942年レストランラセールが誕生しました。建物は改装を重ねて現在のような美しい内装になったようです。壁にはたくさんの写真が掲げられています。オードリー・ヘプバーン、ロミー・シュナイダー、シャルル・アズナブールなどの著名人に愛された場所だったことがこれらの写真から伝わってきます。このシックなエレベーターでレストランフロアへ向かいます。ワクワクしますね。扉が開きました。Très bien. On sent Madame, bonsoir monsieur. S'il vous plaît. Merci beaucoup.
上は鏡張りになっていますね。丸テーブルにゆったりとテーブルクロスがかかっていて、私の好きな色合いの椅子が出迎えてくれます。極上のクラシック、そんな感じがしませんか？純白の胡蝶蘭があらゆるコーナーを飾っています。テーブルに落ち着くと間もなく、なんと天井が開きました。そうなんです。この仕掛けがラセールを特別なレストランにしている理由の一つです。パリの青空の下で美食を楽しむ。なんという粋な演出でしょうか。まずはシャンパーニュ。イグさんが不思議なものを取り出しました。こうするとシャンパーニュの発泡が柔らかく控えめになるんですって。これはイブさんへのさゆりさんからのプレゼント。私はこのオブジェを初めて見ました。アンティークの品だそうです。シャンパーニュとともに楽しむカナッペが2種類出てきました。フォアグラをスモークしたものにワインのジュレ、そしてアプリコットのコンディモン、そして卵が乗っているのは薄いタルト生地にラディキョ、イタリアンチコリを赤ワインでマリネしたものが入っているようです。お水は銀のポルトブテイユに収められて登場しました。素敵ですよね。レストランのマークが入ったバターもまた銀の器に乗せて、こちらはアミューズブッシュ、アリコポレッティというイタリアの豆のブルテ、そこにマリネしたバー、オニオンクランブルと聞き取れましたけれど、黄金色に光っているのはこれはおそらくオリーブオイルでしょう。優しくて、それでいて繊細で、キャセロールクラブと先ほど申し上げましたが、それは1948年ルネ・ラセール氏が創設したものです。銀の小さな鍋型キーホルダーをシンボルとしています。これがイブさんのキャセロール。その底にはシリアル番号が刻まれています。このメンバーシップはパリの美食界におけるステータスシンボル。メンバーのための華やかなガラディナーや文化的イベントがこのレストランで開かれ、それが芸術家やセレブリティたちの交流の場となってきた歴史があるそうです。私たちはコースメニューをオーダーしました。ですが、さゆりさんが私にこれを味わってほしいということで、私の分だけ特別に前菜を変更していただきました。それがこちらです。いきなりとってもいい香りです。黒トリュフとセロリ、鴨のフォアグラを
を詰めたマカロニの軽いグラタン仕立て。ラセールの名物料理の一つなのです。さゆりさんとイブさんの前菜はマジョラムが香る詰め物入りのズッキーニの花。ソースは玉ねぎのエミュリジョン。マカロニ、トリュフ。あ、こういうことなんだ。なるほど。なるほど、こういうことなんですね。マカロニの中に詰め物がしてあります。なんという繊細な仕事でしょう。お味の方は濃厚な充実感があって、まさにフレンチの王道をいただいているという気分でした。そしてメインディッシュの登場です。お料理は一皿ずつ銀のクロッシュに覆われて運ばれてきます。蓋が外される瞬間、テーブルに香りと驚きが広がるんです。Alors sur la photo, c'était seul, vous aviez fleur d'ail, c'était ça, il me semble. Il me semble que c'était une fleur d'ail. Je vais le confirmer, mais voilà, bah, il me semble que c'était ça. Avec plaisir. Alors on présente donc le bar de pêche, donc qui est cuit à basse température. En dessous pour l'accompagner, vous avez quelques pommes de terre de Noirmoutier, donc qui sont fumées au bois de hêtre. Et sur le dessus, c'est une sauce au beurre. こちらはスズキを低温調理したもの。付け合わせとしてブルターニュ地方のノアムフチエ産のじゃがいも、そしてブルブランソースでいただきます。とても綺麗なお料理だなと思いませんか？木をてらわず厳選したおいしい食材を大切に扱いながら優しく美しく調理されたものという感じ。お皿から目を上の方に移すとパリの空と一体になったような感覚。まさに至福のひとときです。サービスのスタッフの方々の動き、使っている道具なども素敵だと思いませんか？メインディッシュの2品目。Alors, on présente donc un des plus anciens plats de la maison. Donc, vous avez le pigeonneau André Malraux, entièrement désossé puis reconstitué avec une farce de foie gras. Et pour l'accompagner ce soir, vous trouverez quelques petits pois à la française, donc avec une émulsion de parmesan et magret de canard. 小鳩のアンドレ・マルロフ。これもまたラセールの歴史を彩る名物料理の一つだそうです。鳩のお肉とフォアグラを合わせて形にしてあります。付け合わせはグリーンピースのフランス風。このお料理の名前になっているアンドレ・マルローとはフランスの作家であり、ドゴール政権でフランス初の文化大臣となった人物。彼もまたこのレストランの歴史を彩りました。こんな逸話があります。ある日のこと、アンドレ・マルローは友人で画家のマルク・シャガールとラセールで食事を共にしました。その席でオペラ座の天井画が話題になり、マルローが新しい芸術を加えるべきではないかと語ると、それにシャガールが応じたのだそうです。
こうして生まれたのが今も私たちを魅了するオペラ座のあの華麗な天井画です。つまりこのテーブルでのひとときからパリの文化の象徴の一つが誕生したと言えるんです。テーブルの上には黄金色のカトラリーが置かれました。これもしかしてヴェルメイユではないでしょうか。ギャルソンさんにそのことを質問すると、その通りですと答えてくれました。ヴェルメイユ、金で表面を覆ったシルバー。ヴェルメイユを使ってお料理をいただくなんて、なんて贅沢なことでしょう。デザートの登場です。これは森のいちごとバジルのブランマンジェ。薄く繊細に膜のように見えるのはバニラ風味の飴細工なんですね。そこにいちごのソースとエルダーフラワーが添えられました。もう見た目がとっても爽やかで美しい。ブランマンジェのまるで雲のように口の中で溶けてゆく感覚と飴細工のパリッとした食感、そして季節のフルーツの爽やかさと甘みと酸味、そのバランスがまさに見事に調和していました。中には果実味あふれるソルベも忍ばせてありました。ミニアルディーズ食後の小菓子はメレンゲとバニラ風味のシャンティー、その上にフランボワーズが乗っています。もう一つはサクサクのタルトレット、アーモンドクリームとアマレットが中に入っています。まさに正統のフランス料理をいただいたという満足感でいっぱいです。食後にハーブティーをとお願いすると、まずはこれがテーブルに置かれました。この形、何かを連想させませんか？そうなんです。これもまたキャセロールの形をした銀器なんです。イブさんのキャセロールクラブメンバーのキーホルダーを隣に置いてみました。この中にお砂糖が入っているんです。ハーブティーのお供にはボンボンオショコラ、あちらのテーブルではクレープシュゼットの準備が始まりました。塩ビ服をスマートに着こなしたギャルソンさんの手元、思わず見入ってしまいますよね。すると天井が閉じられて再び鏡の天井になりました。グランマニエでフランベする瞬間を周りのテーブルの皆さんも待ち構えています。まるで花火が上がったみたいにみんなの顔がパッと明るくなります。クレープシュゼットのスペクタクルが終わると再び天井が開きました。
私はここでちょっと失礼してお化粧室へ。化粧室は先ほどの地上階にあるので、エレベーターで参ります。Prenez, je vous en prie. 私は化粧室の中も撮影させていただきました。ここの壁もたくさんのモノクロ写真で飾られています。レストランラッセールとは、美食と社交、芸術が交差する舞台だったんだなと、これらの写真から感じます。テーブルに戻ると、思いがけないサプライズが待っていました。銅製のキャセロール。これは女性のお客様へレストランからのプレゼント。これもまた長く受け継がれているこの店の伝統だそうです。とっても嬉しい心遣い。この特別な空間で過ごすひとときは、お料理だけでなく、パリという街の記憶そのものを味わい、自分もその一部になったかのような気がする体験だと感じました。最後までご視聴くださいまして、どうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか？お楽しみいただけましたでしょうか？この動画が良かったと思われたら、ぜひ高評価、そしてコメントもよろしくお願いいたします。また、チャンネル登録がまだお済みでない方は、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。私の次の動画制作への励みになります。では、次回の動画でまたお会いいたしましょう。アビアント。